願いします。お願いします。渡辺蓮です。渡蓮って呼ばれてます。2000年の2月8日です。神奈川県です。花です。花はよくメンバーから矢印って言われてるんですけど、なんだろう、昔からすごい鼻が高いかったんですよ。それが自分のチャームポイントかなと思っております。まあってよく言います。 INFP です。なんか争い事が嫌いなので、基本的に平和主義っていうのは合ってますね。サワディーカー、ニーハオ、こんにちは、ボンジュー。ゲームと、あとアニメとか漫画をよく携帯で読んでるんですけど、暇さえあればずっとやってます。親指が、僕の親指あるじゃないですか、これがこうやってやると折りたためる。これ見えるかな。肩ですね。よく周りから肩幅が広いって言われるんですけど、なんだろうな、なんかすごいガタイがよく見えるというか陸上です。100m 短距離走だったんですけど、結構足速い方だったんでちょっと自慢できます。カレーです。キーマカレー作って、で最近だと無水カレーをめっちゃもう簡単に作ってます。ラーメンです。特に好きなのが、豚骨家系ですね。お店の前ラーメン屋さんのお店の前通って、臭いなと思ったら絶対入ります。パクチーなんですよ。パクチーが苦手です。ずっと昔から。スイカです。辛い系です。辛い系が好きです。チキンご飯派ですね。水色です。ちなみに僕のパフォーマンス中のイヤモニも水色なんですよ。気づいた人います？マイケル・ B ・ジョーダンさんですね。ズバリ玉置浩二さんです。玉置浩二さんです。もう1個前の質問と同じですね。最近はマリオカートにハマってます。インドアです。虫です。虫は当時流行ってたゲームがあって、虫のあれがめっちゃ好きで、幼稚園の卒アルみたいなやつに将来の夢を絵で描くスペースがあって、虫描いてました。そこに何描いてたと思いますか？テントウムシ。陸上です。はい。社会です。主に歴史ですね。数学です。数学はもう本当苦手です。計算がダメです。鼻が高いのと、平均身長よりちょっと高いところと、ビートボックス、雑い、コミュニケーションが苦手で、それに付随して、顔が赤くなった僕を見たみんなが顔赤くなってるよって言うと、もっと赤くなるっていう、なんか負の連鎖が続くんですよ、毎回。それが嫌なんですよ。ラーメンですね。ラーメンはもう携帯のメモにお店の名前で、当時自分が頼んだメニューとか、あとトッピングしたものとか、あと感想もちょっと入れたりとかっていうのをもうずらーっとめちゃくちゃ書いてるんですよ。それぐらいもうラーメン評論家ぐらいのメモの量でもう書くぐらいラーメン好きなんで、じゃあ言います。今日は僕
白の靴下履いてます。内緒ね、内緒、絶対内緒です。誰にも言わないね。最近気づいたんですけど、よく歯ぎしりをしている。ドライブですかね。まあでもあくまで理想ですよ。もちろん僕ね、免許持ってないんで運転はできないんですけど、理想なんで、まあ、僕が運転してなんか海沿いとかね行ったり。最近古着ですね。これですね、このブレスレット、デビュー祝いで買ったんですよ。で初めて、ちょっとね高かったんですけど、頑張って勇気振り絞ってって頑張って買いました。ブレスレットです。のど飴です。のど飴はもう必須ですね。帽子はもうめちゃくちゃあります今家に。R&B です。歯磨きして、歯磨きするとなんか自然と声が出しやすくなるんですよ。僕の持論なんですけど。あとは水いっぱい飲んで、最近なんですけど、なんかめっちゃ筋トレするとめっちゃ声出るんですよ。なんかそれに気づいて、まあ始まる1時間前とかにちょっと筋トレなのか何かをしてっていうのは心がけてます。ズバリ笑顔ですね。 What's happening です。 What's happening はもうずっと結構一番ぐらい好きな曲なんですけど、あれはもう踊っててすごいこうなんだろうな、爽快感があるというか、めちゃくちゃ気持ちいいです。パラダイスです。なんかこうディスコ調のちょっと懐かしい雰囲気もありつつも、なんか僕たちらしいリリックというか、あとは振り付けもすごい曲に合ってますし、なんか全部含めてすごいこうパラダイスっていう世界観を表現できてる、なんかまた新しいサイキックフィーバーを表現している曲だなって思います。初めて単独ツアーでステージした時に、そのお客さんの歓声を初めて聞いた時にすごいこう鳥肌が立つぐらい嬉しかったですね。個性が豊かですかね。7人全員が全員でこう支え合ってる、違う部分で支え合ってるっていう、すごいめちゃくちゃいいチームですね。ちょっと同じになっちゃうんですけど、個性ですかねはチューズワンです。チューズワンは沖縄で撮ったんですけど、あれ何年前、 2,3 年ぐらい前か。チューズワンもうすごいめちゃくちゃ踊ったイメージがありますね。居酒屋エグザイル100公演チャレンジです。あれはもう本当にすごいですよ。もう真夏で居酒屋エグザイルの方で1日4公演とか5公演とかやってて、1回やって1時間休憩してもう1回やってっていうのを、もう何日だろう、1ヶ月2ヶ月ぐらいやって、めちゃくちゃ体力つけましたね。あの時が多分一番体力あったと思います。タイですね。初めて海外でツアーというか単独でパフォーマンスしたのがタイなので、僕個人的に初めての海外がタイだったんですよ。なんですごい思い入れもありましたし、初めて海外の方とコミュニケーションだったり、その反応だったりを見て、すごい音楽って素晴らしいなって思いました。シカゴ公演です。シカゴ公演の時、僕誕生日だったんですよ。でファンの皆さんからメッセージだったり、あとはケーキもサプライズでもらったりとか、ブラジルですかね。行ったことないんですよ僕たちまだ。ぜひ行ってみたいですし、ブラジルの皆さんとコミュニケーションもとって、どういう音楽が流行ってとか、どういう文化でっていうのもちゃんと学んで、僕たちの音楽を届けていきたいなと思ってます。一番結構あるんですけど、その中で特にだと台北で食べた小籠包がめちゃくちゃ美味しかったです。おもてなし、ダンスとか歌とかが
上手くなったねとか、あと、シンプルにかっこいいねとかが嬉しいですね。群馬ですね。空気を吸うめっちゃいい匂いですよ、僕の地元。空気が美味しい。ソファーですね。ムラシャンです。紫チャンプルこちらです。これは縦ドラを撮った時の4日目ぐらいかな、4日目ぐらいの写真で、もう頑張って台本を読んでる時の僕なんですけど、なんかすごい初めてのことだったので、もう必死にもう他の演者さんにも迷惑かけないように必死にもう頑張って覚えなきゃっていうので必死で、もうその撮ってもらったのがスタッフさんなんですけど、スタッフさんの存在を忘れるぐらいもうずっともう熱中で読んでて、ダンスプラクティスダンプラ撮ったんですけど、その時になんか自分が掛け声をして曲が始まるっていう、なんかそういうあれだったんですよ。なんですけど自分のタイミングがおかしかったらしくて、僕が喋ってる途中に曲が流れちゃったっていう。ワンピース見て泣きました。最近白いパンツ買ったんですけど、ムラシャンがこぼれちゃって、その白パンになんかtie dye柄みたいな感じで紫がついちゃって、今ちょっと頑張って落としてる最中です。クリーニング出して粒子なんですけど、寝てる時はよくこうやって首かきます。ビートボックスだと思います。もう絶対負けないです。世界最強、ズバリ豚骨ラーメンです。家系ラーメン。ベトナムのフォーです。キャンプやってみたいなと思います。僕のどこが好きですか？シャイです。マイク、お菓子、ラーメン、努力ですね。何かをこう考えるときに、なんか T シャツのここを持ってこうやって、ちょっと見えるかな、こうやっていじるんですよ。これやるおかげで T シャツのこの辺がくる、なんかクってなっちゃうんですよ。だいたい僕の T シャツここクってなってます。今ちょっとまだこれ買ったばっかなんであれなんですけど、多分今後なってくるんですよ。気をつけます。お化け、だいたい家でゆっくりしてます。ゲームとか本当に何もしてないんですけど、ゲームするときは粒子とか、ちなみにこう部屋に呼んだりとかじゃなくてオンラインでやってます。やっぱりステージ上でパフォーマンスしてるときですね。風呂場で思いっきり歌うことです。たくさん寝る。玉置浩二さんの悲しみにさよならっていう曲です。君に読む物語っていう映画があるんですけど、めちゃくちゃ感動しました。自分ですね。お肉、粒子にします。粒子なら多分なんとなく生きていけそうな気がします。雷を操ってみたいです。こう自由自在にこう、皆さん妨害しないですよ、もちろん。半分自分のものにして、半分両親に預けます。ドラえもん大声で叫びながら中目黒を徘徊したいですね。もちろんラーメンです。ラーメン屋でバイトですね。食べる側だったんですけど、ちょっと作る側にもやってみたいです。加工ですかね。僕インドアなんで、アウトドア系の何かもう外に出るきっかけを作りたいですね。ケシさんです。大好きです。毎日曲聴いてます。今はビートボックスの大会とか一度も出たことないんで、なんかそこで得られる経験ってものすごいものだと思うので、一回経験してみたいですね。ワールドツアーです。はい、もうちょっと昔から言ってるんですけど、もう世界中の皆さんと会って、世界中の皆さんに
僕たちのライブエンターテインメントを届けたいです。もちろんそのスキル、自分のやってる歌だったりラップだったりダンスだったりボーカル2回言ったか今ビートボックスだったりもう全てのスキルをねとにかく上手くなっていたいですし、そのワールドツアーしたいんですけど、やっぱ規模はね今よりももっと大きなところでやりたいですね。5年後のレンヨ、今ねめっちゃ頑張ってるからそこで待っててね。もしかしたら5年後のレンを超えてるかもしれない、今の自分次第でね。じゃあまた後で、皆さん本当に心の底から愛してます。皆さんにたくさん会いに行くので待っててください。 I love you。 じゃあ帰ります。バイバイ。次は誰かな。